です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 。なんかえらい髪伸びてる。さて、とうとうこの日がやってきましたよ。待ちに待ったという方も多いと思うんですけれども、今日紹介するのは、ソニー 2470F2.8、GM2 になります。2470ズームといえば、広角から標準域まで、最も使用率が高い焦点距離をカバーしている、めちゃくちゃ汎用性の高いズームレンズなんですけれども、以前紹介した70-200に続いてGM シリーズのモデルチェンジ第2弾となってます。こっちの旧2470が発売されたのが2016年なので、約6年ぶりのモデルチェンジとなっているので、やっぱりね、6年越しの、リニューアルとなると、ほとんどの性能が向上してます。で、まずパッと見てわかると思うんですけど、結構小さくなってます。重さがこのね、旧モデルの 886g からこっちの新しいモデルは 695g と約ね 20% も軽量化していて、レンズも全長でだいたいね 16mm ほどね短くなってます。 695g っていう数字でピンとこないかもしれないんですけれども、この 2470F2.8 っていうズームレンズではこれが世界最軽量となってます。2470って第3元ズームレンズの中では、一番汎用性が高いレンズで、初めてカメラを買ってレンズどうしようかなとかって誰かに相談すると、とりあえず2470買っておけって言われた人も多いと思うんですが、実を言うと僕は2470は借りて使うことっていうのはちょこちょこあったんですけど、正直ね持ってはなかったんですよ。この旧型は僕はね大きさとサイズがちょっとネックで、これだけ汎用性が高いと基本的にはメインレンズになると思うので、900g 近い重さのレンズをカメラにつけて1日歩き回るみたいなのは、結構辛かったんですよね。写真だけならまだいいんですけど、僕の場合動画も撮るので、このレンズを使う場合は小型のジンバルだとちょっとね重さを支えきれるかっていうのが不安なところもあって、常にこの大型のジンバルと組み合わせて使わなきゃいけないなっていうところがあったんで、さらに重さが増して機動性っていうのもね落ちるっていうのがちょっとネックだったんですよね。なのでね、僕の場合総重量は結果的に増えちゃってるんですけど、24mm とか 50mm とか、複数の単焦点レンズを持ち歩いて、なるべく手持ちのサイズを軽くしようとこれまではしてました。ただね、この新しい2470は、700g を切るので、実際こっちの僕がよく使ってる 50mm の単焦点より軽いですからね。で現時点でだいたいねこの新しい2470を1ヶ月ちょっとお借りして使ってるんですけれども、この間本当にこの2470しか使ってなくて、改めてねレンズを交換せずに 24mm、35mm、50mm、70mm ともう本当にこれだけで使えちゃうっていうのは、改めてねズームレンズ便利だなと思いました。これまで単焦点レンズしか使ってこなかった人、本当にね一回この2470のズーム使ってみてください。撮影スポットを探してね良さげなポイントを見つけてもカメラを構えてみるといまいちしっくりこなくて、レンズを変えたらバシッとはまるってことは結構あるあるだと思うんですけど、これの何が嫌かって撮影のテンポがすごく悪くなるんですよね。で僕なんか結構面倒くさがっちゃうので、パッと覗いて微妙だなと思ったらもう次々となって、結構ねチャンスはそういう意味で逃してるかなと思うんですけど、2470はそれがなくて本当にいろんなバリエーションがもう瞬時に撮れるので、本当ね撮影が楽しかったです。写りももちろん進化していて、開放状態でね画面の端までしっかりと改造してくれます。これまで単焦点ばかり使っていた僕でもなんか眠いなみたいなことを感じることは全然なくて、パキッとコントラストが出てめちゃくちゃシャープな写真や映像が撮れます。もちろんねボケ感っていうのも非常に綺麗で、シャープさと滑らかさを両立させているのはさすがねこれは G マスターといった感じですね。あとね驚いたのはね逆光耐性。僕は結構逆光とか背景に強い光源を置いた絵作りをするのが好きなんですけど、このレンズではかなりねゴーストやフレアといったものが抑えられます。動画はねゴーストとかは結構エモい演出になったりするんですけど、たまにねそのゴーストがもろに被写体にかぶっちゃったりして、そうするとね動画でこれを後処理消すっていうのは本当絶望するぐらい面倒なんですよ。で今
回の撮影ではかなりね逆光シーンが多かったんですけど、見ての通り驚くくらいゴーストが出ていなくて、もう本当これはね家に帰ってきてデータ取り込んで見てみてね、本当びっくりしました。最短撮影距離もこの前のモデルの38センチから新しいモデルでは、広角側で21センチ、望遠側で30センチと、こっちに比べてかなり寄れるようになってます。オートフォーカス周りも旧モデルと比べて、速度、精度、あとは静音性ともにね最新世代の G マスターシリーズとして本当にもう申し分ないんですけれども、単焦点レンズと比べてズームレンズの場合、このねズーム中のフォーカス追従速度っていうのも非常に重要なんですよ。僕ズームレンズでこの Vlog を撮るときなんかは結構ねズームをこうやって使いながら撮影するってことが多いんですけど、勢いよくうんつって寄ったりするとオートフォーカスがついてこれないんですよ。ただこの新しい2470では前のモデルと比べてそのズーム中のフォーカス追従性能っていうのが約2倍に大幅に改善していて、これもね使っていてかなりそれは実感できました。でさらに操作性っていうのも絞りリングがついたり、ちょいちょいとね前のモデルからは変わってるんですけれども、個人的にね一番嬉しいのはこのねズームトルクの調整スイッチですね。前のモデルではこのねこのズームする時のこのズームリングっていうのが結構重たくてカメラにつけて撮影中にズームをグッとしようとすると重いからそっちに引っ張られてカメラが回っちゃうんですよ。新しい方ではそれが切り替えられて、スムーズとタイトっていう2つのものがあって、このスムーズにするとこのズームリングがめちゃめちゃ滑らかになるんですよ。でこれを使うことでね撮影中にズームをグッとしても全然ね画面が揺れることがなく撮影できて非常に良かったです。そんな感じでこのねソニーの 2470F2.8G マスター2は僕は買います。いやほんとねそれだけ良かったですよ。僕がねよく使う画角のほぼ 80% をカバーしていて、何より最大のネックとなっていた重量もものすごく軽くなっているので、本当にね借りて使ってる間はこればっかり使ってましたね。もちろん、単焦点レンズも好きなのでカチッと狙って撮影する時なんかは、単焦点レンズの出番っていうのも今後もね全然あるんですけど、あさってからね撮影でねちょっと数日間北海道に行ってくるんですけど、そういった、旅行とか登山とかとにかくね持っていけるレンズの本数に制限がある時なんかは本当にこのレンズはね重宝すると思います。これまでね本当に多く質問をもらってたのがおすすめのレンズ1本教えてくださいっていうやつなんですけど、もちろん何撮るか次第ではあるんですけど、この新しい2470が選択肢に入ってくるとやっぱその軽さっていう面でもカバーしているその画角の汎用性っていうところでもいやとりあえずねこれ1本持っとけば間違いないんじゃないかなっていう風にね僕も今後答えちゃうと思います。今回ねちょいちょい出てきたこの作例っていうのは1本ね作品としてこの動画とは別に僕のチャンネルで公開しているので、ぜひねそちらもねご覧いただければなというふうに思います。これで第三元レンズの2本がねモデルチェンジしたので、残すところは広角ズームですね。そっちはねこうした YouTube とかVlog の自撮りとかで使いたいので、そっちはそっちで待ってるんですけど、まずはねこの新しい2470を手に入れてちょっとね、僕自身もガンガンポートレートとかで使っていきたいなというふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。